夢日記、アイドル古民家イベント、アイドルバスツアーっぽい夢を見た。気がつくと、自分は6畳ぐらいの部屋にいた。そこは壁沿いと中央にオフィス机が隙間なく並べられていて、タバコの煙で部屋全体がけぶっていて、ヤニで壁は茶色に染まり、昭和の編集部を彷彿とさせる雰囲気だった。その狭いスペースにはぎゅうぎゅうに人がひしめいていて、全員仕事を猛スピードでこなしていた。自分の肉体は自動運転状態だったので、勝手にその部屋を出て行ってしまったが、部屋から出るとそこはホテルの一室だった。夢の中でも眠くてしょうがなかった自分の肉体はすぐにベッドに入り込むと寝てしまった。しかし一瞬で目が覚めて、なぜか8時間ぐらい寝たかのような熟睡感があって、頭はすっきりしていた。ホテルの部屋を出てみると、今度は普通に廊下が存在していて、隣の部屋が先ほどの昭和の編集部だった。ちょっと中を覗いてみると、今も人がひしめきながらせわしなく働いていた。すると奥の方にいた編集長らしき椅子に座っている40代前半の男に、ちょっとという感じで手招きをされた。自分は呼ばれてしまっては仕方がないと、おしくらまんじゅう状態の部屋の中に入り、その男のもとへと行くと、男は口の片側でタバコを噛んでふかしながら黒電話の受話器を首と肩で固定して話をし、手ではペンを忙しそうに動かして何かを書いていた。男はその超ハイスピードで仕事をしながら、自分に対して顎で部屋の入り口の方を指し、朝飯をね、そこにね、用意してあるんでね、食べといてくださいと黒電話の話の合間に言ってきた。男が顎で示した方を見てみると、小さいテーブルの上にラップで包まれたハムエッグの朝食セットが置いてあった。その時自分は腹が減っていたので、ホテルの部屋に戻って食べようと思ったら、いつの間にかかやぶき屋根の古民家が見える大きな庭にいた。そこには自分以外にも100人ぐらいの人が列になって待機していて、直感的に今はアイドルバスツアー中で古民家で行われるイベントのセッティング待ちだなと気がついた。古民家の木製の雨戸には A1A に A3B1B2B3 のようにグループごとの番号が書かれた座席表が貼ってあって、とりあえず自分はイベント前に自分が座る座席表を確認しておいた。しばらく待機していると、前の方の番号の人が呼ばれて古民家の中に入っていくのを見届けながら、なんとなく自分の番号は呼ばれない気がしていたけど、無事に呼ばれたので古民家の中へと入っていった。古民家の中は外観からは想像もできないぐらい大きな空間で、すでに呼ばれた前の人たちが長方形の大きい机に6人ずつ座り待機していた。自分は座席表にあった座席を探すと、机にはすでに3人が待機していたので、自分は今日はよろしくお願いしますと挨拶をした。自分が座った座席の机の上にはなぜかチンジャオロースと天津飯と卵スープが置かれていて、周りを見渡してみると他の机にも一机に1から2つぐらいご飯が用意されていた。自分はなんとなく先ほどの編集部の流れから、さっき朝ごはんを食べられなかった人用に用意されてるのかなと考えて、食べようか食べまいか悩んでいると、全員揃ったようなので今からするイベントの説明をしますという声がスピーカーから聞こえてきた。自分はイベントが始まっちゃうと、こりゃ食べてる時間なくなるなと考えて、近くにいたスタッフにすんません、これって説明聞きながら食べちゃっても大丈夫ですかと聞いたら OK ですと言われたので、説明が終わるまでに急いで食べようとしたら、現実世界でむちゃくちゃむせ込んでおきました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。